中国の新型軽空母に電磁カタパルトを搭載も、戦闘機を飛ばすのは無理っぽい？ということで今回は、固定翼機の運用能力を拡大し、軽空母と呼ばれることもある強襲揚陸艦について、米中の新型艦の能力を比較し、それぞれの特徴を見ていきましょう。比較する対象は、現在海上行使中で、電磁カタパルトを搭載し、固定翼機の運用が想定されている076型強襲揚陸艦と、米ワスプ級の後継として、現在量産真っ最中のアメリカ級強襲揚陸艦です。ちなみに、前者の076型強襲揚陸艦の情報を補足するために、その前型である075型強襲揚陸艦についても合わせて解説します。まず、現在4隻が就役している中国の075型ですが、こちらは中国初の強襲揚陸艦で、全通飛行甲板によるヘリコプターの運用能力と、ウェルドックによる上陸用舟艇の運用能力を兼ね備えた艦です。満載排水量は最大で4万トンにもなる、との情報もあり、排水量だけで言うと日本の出雲型を軽く超えるほどのサイズ艦です。その後継艦として現在海上で試験中なのが076型で、これは前型の075型を巨大化させ、アメリカのワスプ級や、初期建造型のアメリカ級強襲揚陸艦とほぼ同程度の大きさを持ちます。また、本型の最大の特徴は、電磁カタパルトとアレスティングギアを搭載し、ドローンなどの固定翼機の運用が可能とされている点です。一部の情報では、J35 などの有人の戦闘機も運用可能、と言ってるメディアもあるので、そのあたりのことは後述のパートで詳しく検証します。お付き合いください。アメリカ級は、前級のワスプ級の後継艦にあたり、開発にあたってはスキージャンプの設置など、大幅な設計変更も検討されましたが、スキージャンプを設置すると艦上の駐機スペースの減少や、ヘリコプター発着の能力が低下するなどの理由から、最終的にはワスプ級8番艦をベースに、ほぼ同様のレイアウトと大きさになっています。ただし、本級の1番艦と2番艦は、ワスプ級からウェルドックが廃止され、航空機運用機能の強化型となっていますが、3番艦からはウェルドックを復活させています。よって、1、2番艦は満載4万5000トン程度でしたが、3番艦以降はウェルドックの復活によって、満載5万トン程度に増大すると見られます。まず航空機の運用能力ですが、075型は最大でヘリを30機程度搭載可能と言われており、甲板上の発着スポットは6カ所となっています。また、開発当時はヘリ以外に固定翼の短距離離着機、ストーブル機の配備も検討されたようですが、そもそも中国はストーブル機を持ってないので論外ですね。航空機以外については、ウェルドックには、L キャックもどきのエアクッション艇が2隻収容可能です。で、今回の動画の肝である076型の航空機運用能力ですが、電磁カタパルトを搭載し、着艦時の制動装置、アレスティングギアも搭載していることから、アメリカの空母や中国の空母福建のように、ストーブル短距離離着機以外の固定翼機についても運用が可能になると見られます。運用する固定翼機としては、GJ11 利権の艦載型とされる GJ21 などのステルスドローンや、長距離攻撃能力を持つ GJ2 など、主にドローンの運用を前提としている、という情報が散見されます。ただし、それとは逆に有人の艦載ステルス機である J35 の運用が可能だとする情報もあります。ということで推察タイム。まず、これまでの強襲揚陸艦における固定翼機の運用方式は、基本的にはハリアーや F35B などのストーブル短距離離着機の運用が前提であり、空母のようにカタパルト、射出機をもって強制的に発艦させる方式は、076型が初となります。カタパルトで発艦し、制動用のワイヤーを引っ掛けて着艦する方式をキャトーバー方式と言いますが、
これを採用しているのはアメリカとフランス、そして近年では中国の空母福建のみです。これらの空母はキャトーバー方式を採用するとともに、艦載機の効率的な運用と安全性を確保するため、発艦と着艦の動線を分けるレイアウトである、アングルドデッキ、という方式を採用しています。これは、発艦と着艦のレーンをそれぞれ独立させて、なおかつ角度をつけることで、それぞれが干渉しない、なおかつ不測の事故の際にもその影響を最小限にするためのレイアウトです。しかし、今回の076型強襲揚陸艦は、キャトーバー方式を採用してはいるものの、アングルドデッキのような構造はなく、滑走路と呼べるものは一本のみです。よって、空母のような効率性と安全性を保つことが難しいと言えます。まあ仮にそれらを犠牲にしたとしても、能力的にはストーブル短距離離着機以外の固定翼機の運用が可能かというと大変微妙なところです。ここからは、076型の画像と、全長、全幅などのデータを突き合わせて検証してみましょう。まず、同じく電磁カタパルトを搭載し、固定翼の戦闘機の運用を可能とした空母福建の画像と076型を比べると、まず空母福建については全長が300メートルオーバーで、この画像で見るとカタパルトの長さが全長の半分程度あるように見えますが、実際には全長の3分の1程度で、カタパルトの長さは100メートルほどと推測されます。一方の076型はというと、全長約245メートルで、カタパルトがその半分近くの長さになっているため、こちらもカタパルトは100メートル程度と思われ、その長さが空母福建とほぼ変わらないと推測できます。よって、カタパルトの長さ、発艦距離的には問題なさそうに思えます。ただし、カタパルトの左右の位置を見ると、かなり左舷に寄っているようにも見えるので、左舷のスペースがなさすぎて、ドローンよりも大型である有人機を発艦させる余裕がないようにも思えます。076型は、アメリカ級よりも幅が10メートルも広いとされてはいるものの、画像で見る限り、カタパルトから艦の左舷までの距離は7から8メートル程度と推測。中国の艦載ステルス機である J35 の全幅は 13.4 メートルなので、左舷のスペースには余裕がなく、結構ギリギリな感じ。ちなみに、ステルス機ではない中国の艦載機である J15 は、全幅15メートルと J35 よりも幅広なので、076型で運用するにはさらにリスクが高いです。また、本型は着艦時にアレスティングギアを用いた制動装置を備えるとはいえ、空母ほどの全長と全幅はないので、十分な数のワイヤーを張ることも難しく、空母福建のアレスティングワイヤーが4本なのに対して、076型はワイヤーを張るポイントが3箇所しかなく、またその幅も狭いため、大型機の着艦時のリスクが大きく、通常の運用で有人の固定翼機を使うというのはまずないのではというのが現時点での主の結論です。とはいえ、本型に搭載されると言われているドローンである GJ21 は、ステルス攻撃機という性格が強く、対地攻撃を前提としたドローンの海軍版であり、今のところは対空、対艦攻撃能力を持っていません。よって、有人の戦闘機の代替になるかというとそうはいきません。今後、対艦ミサイルなどを搭載できるようになる可能性はありますが、基本的には警戒監視や、上陸作戦時に対地攻撃を行うための、揚陸支援が前提かと思います。本型ではこのようなドローンの他に、ヘリの運用に特化した場合は、艦自体が前型の075型よりも大型化しているので、積もうと思えば30機以上のヘリが搭載可能と思われます。また、ウェルドックも装備しているので、エアクッション艇が2隻収容可能な点も変わらずです。アメリカ級は、その搭載能力は世界最大クラスで、甲板上のヘリの発着スポットについても9カ所もあります。1番艦と2番艦はウェルドックこそないものの、格納庫はワスプ級と比べて、艦首側、艦尾側ともに拡張されており、航空機運用能力については最も高い揚陸艦です。小型、中型のヘリであれば30機以上、固定翼のストーブル機は20機程度を搭載可能です。
日本最大の護衛艦である、出雲型、でも F35B を10機程度、と言われているので、さすがは世界最大の強襲揚陸艦です。本級の3番艦以降はウェルドックが復活し、その分だけ航空機の搭載能力は落ちますが、それでも F35B に特化すれば20機以上は搭載可能なので、今後もライトニング空母として遠征打撃群の中核で居続けることでしょう。続いて防空能力ですが、強襲揚陸艦は艦隊を構成する要であり、指揮統制の中枢でもあるため、単独で行動することはなく、任務の際には随伴する駆逐艦などが防衛を担いますが、自身の艦にも複数の防空兵器を搭載しています。まず075型ですが、近接防空システムであるシウスを2種類装備します。ガトリング砲タイプの1130型と、ミサイル型の HH90 を2機ずつ配置し、1130型は、オランダのゴールキーパーをパクって大型化、砲身も7砲身から11砲身に増やし、強襲揚陸艦や空母などの大型艦を中心に装備されている機関砲型のシウスです。発射速度は毎分1万発、有効射程は約 2.5 から 3.5 キロ、1280発の弾倉を2つ備えているとのこと。機関砲型でメジャーなシウスであるファランクスが、毎分4500発、射程は2キロ未満であることと比べるとその能力は高く、なおかつファランクスが20ミリ弾なのに対して、1130型は30ミリ弾となっており、その威力が高いのも特徴です。もう一つのミサイルタイプのシウス、HH90 については、アメリカ製のシウス、ラム、をパクったもの、とも言われており、その射程は9キロ未満で、18連装のランチャーを、環境直前と左舷の完備に搭載しています。076型も基本的には同じ兵器を採用していますが、075型がそれぞれ2機だったのに対して、本型では3機ずつの搭載となっており、ガトリングタイプの1130型は、前方の両舷に1機ずつと、完備の中央に1機搭載。ミサイルタイプの HH90 については、環境上部と完備の両舷にそれぞれ搭載しています。ミサイルランチャーを環境の真上に置いているのが重量的に大丈夫かよという気もしますが、まあ気にしないことにしましょう。本型では前述した防衛兵器以外にも、一見すると対戦ロケットの連装発射機のような見た目の装置が、両舷に2機ずつ搭載されており、これは、フレア、JAF、ソナーデコイを一体運用するためのランチャーではとも言われますが真偽不明。ということで、本型は前級から大型化した分だけ自衛兵器も強化されています。アメリカ級についても、機関砲型のシウスであるファランクスを2機と、ミサイル型のラム、ローリングエアフレームミサイルの21連装発射機を2機搭載しており、その点は前述の2隻に近い構成ですが、本級はそれらのシウスに加えて、より射程の長い防空ミサイルである、発展型シースパロー、ESSM を搭載している点が大きな違いです。ラムの射程が10キロ程度なのに対して、ESSM は30から50キロの射程を持ち、その8連装発射機を艦の前後に1機ずつ装備しています。ということで、空の脅威に対してまずは射程の長い ESSM で対処し、そのうち漏らしをラムで迎撃、最後の砦としてファランクス、という、三段構えの防空体制をとっています。また、本級の3番艦以降は、レーダーにスパイ6を採用する予定とのことなので、探知、追尾精度なども向上されるでしょう。075型は、現在4番艦まで建造されて全艦収益済みですが、当初の計画だと8隻を建造する予定となっていました。しかし、現在のところ5隻目以降の建造が開始されたとの情報がなく、076型に完全移行する可能性もありそうです。1隻あたりの価格は不明ですが、中華兵器は他国に比べて建造費が安い傾向にあるとはいえ、近年はその差は埋まりつつあり、本型がフルサイズの強襲揚陸艦と考えると、1000億円以上は硬いと思われます。
076型は、現在1隻が試験中で、2番艦以降の建造が開始されたとの情報はありません。おそらくは1番艦にて徹底した試験を行い、電磁カタパルトも含めたドローンの運用などについて問題点を検証。量産の目処が立った時点で2番艦の建造を開始、という、いつもの中国の量産パターンで進められるのではないかと思います。アメリカ級は、ウェルドックを撤廃したタイプの1番艦と2番艦の2隻が収益し、ウェルドックを復活させた3番艦が浸水済みとなっています。また、すでに4番艦の建造も始まっており、最終的には前級のワスプ級と同程度の規模で、最大11隻を建造予定です。1隻あたりの価格は、初期のウェルドックなしタイプで約3700億円となっており、おそらく3番艦以降のウェルドックありタイプは、さらに高額になるので、イギリスのクイーンエリザベス級空母の4600億円と同程度のお値段になっても、全くおかしくないですね。ということで、ここまで米中の新型揚陸艦の能力についてお話ししてきましたが、結論としては、やはり強襲揚陸艦としてのトータルの完成度は、アメリカが圧倒的に上。しかし、中国の新型艦はドローン運用を前提としているので、単純比較できない部分もあり、今後、076型が本格的なドローン運用能力を獲得し、ドローン自体も艦上で実戦投入可能なレベルになるとすれば、場合によっては厄介な存在になり得ます。中国は075型の運用を通し、大型揚陸艦を量産して運用基盤を作ることに成功し、それをもとに076型にてドローン運用能力を獲得、揚陸作戦を支援する体制を強化しようとしています。つまり、台湾有事や南西諸島有事を強く意識した艦、と言って差し支えないでしょう。また、海上から好きな時に好きな場所からドローンを飛ばせるとしたら、それこそ尖閣や南西諸島周辺を好き勝手に飛び回り、プレゼンスを示してくる可能性もあるでしょう。よって、日本としたら一番厄介な相手かもしれません。皆さんはどう思いますか？よろしければ、ハイプ、いいね、チャンネル登録、押していただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。